り解説。2000年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえ、マリサ、2000年ってどんな映画が公開されたか覚えてる？おお、いい質問だな。2000年は映画業界でも大きな動きがあった年だぜ。アニメや実写、どれも話題作ばかりだったんだ。そんなにすごい年だったんだ。特に印象に残ってる映画とかある？もちろんだぜ。グリーンデスティニーみたいなアクション映画もあったし、バトルロワイヤルなんかは衝撃的だったよな。あとは、トイストーリー2の続編も登場して、まさに映画の宝庫だった年だ。バトルロワイヤルって、あの暴力的な映画だよね。でも、どうしてそんな映画が人気だったんだろう？ああ、それが面白いんだよ。単なる暴力映画じゃなくて、社会に対する警鐘を鳴らすようなテーマがあるからこそ、今でも話題になってるんだ。なるほどね。じゃあ、今日は2000年に公開された名作映画をランキング形式で紹介するんだね。その通り、今回は2000年に公開された映画ベスト10を、10位から1位まで順番に紹介していくぜ。お楽しみに。第10位。グリーン、デスティニさて、まずは第10位だね。グリーンデスティニーって映画、なんか聞いたことあるんだけど、どんな映画だったの？ああ、これだな。グリーンデスティニーは、2000年に公開された中国、台湾、香港、アメリカ合作の武教映画で、監督はアンリーだぜ。武教映画って言うと、剣術やアクションが中心の映画だよね。でも、どうしてそんな映画が第10位に選ばれたの？それは、この映画がただのアクション映画じゃないからだよ。物語は、名剣、グリーンデスティニーをめぐる壮大なドラマで、恋愛や裏切りが絡んだ深いテーマを描いてるんだ。ああ、なるほど。でも、アクションもすごいんでしょ？もちろんだ。この映画のアクションシーンは圧巻だぜ。特に、空中戦や華麗な剣技のシーンは、まるで舞踏のような美しさがあって、見ているだけで圧倒されるんだ。気になる。でも、どんなストーリーだったの？主人公はリー・ムーバイという剣士で、彼が長年使っていた名剣、グリーンデスティニーを、信頼する弟子に託すところから始まるんだ。でも、その後、剣が盗まれ、物語は予想もしない方向に進んでいくんだよ。盗まれた剣が物語の鍵になるんだね。登場人物同士の絆や対立も見どころってこと？その通りだぜ。そして、この映画はアクションだけじゃなく、哲学的な問いかけも多くて、見る人によっていろんな解釈ができるんだ。ただのアクション映画じゃなくて、深いメッセージが込められているんだね。これが第10位にランクインする理由が分かった気がする。そうだろ？グリーンデスティニーは、アクション映画としても、ドラマとしても本当に完成度が高い作品だから、見て損はないぜ。第9位。バトル、ロワイヤル。次は第9位。バトルロワイヤルだね。これって、すごく話題になった映画だよね。ああ、これは衝撃的な作品だぜ。2000年に公開された深作金次監督の映画で、内容が過激で当時大きな議論を呼んだんだ。どんな内容だったの？物語の舞台は近未来の日本。政府は新世紀教育改革法、通称バトルロワイヤル法、BR 法を制定したんだ。この法律では、毎年全国の中学3年生のクラスから無作為に1クラスが選ばれ、無人島で最後の一人になるまで殺し合いをさせられるんだ。中学生同士が殺し合いを。そうなんだ。背景には、経済的危機や少年犯罪の増加などで社会が混乱し、大人たちが子供たちを恐れるようになったことがある。そこで、大人たちは子供たちを管理しようと、この BR 法を施行したんだ。なんて恐ろしい法律なの。映画の中では、選ばれたクラスの生徒たちが無人島に連れて行かれ、3日間で最後の一人になるまで戦うことを強制される。首には爆発する首輪がつけられていて、逃げることも反抗することもできないんだ。そんな状況で、生徒たちはどうするの？友情や裏切り、恐怖や絶望が交錯する中で、生き残るために必死に戦うんだ。映画は、人間の本性や社会の闇を鋭く描いていて、ただのバイオレンス映画じゃない深いテーマがあるんだよ。なるほど。でも、そんな過激な内容だと、
公開当時は問題にならなかったの？その通りだぜ。中学生同士が殺し合うという内容から、青少年への悪影響が懸念されたんだ。特に、2000年は西鉄バスジャック事件など少年犯罪が社会的注目を集めていた時期でもあった。だから、当時の衆議院議員石井紘基が中心となって、この映画の規制を求める運動が起こったんだ。国会でも取り上げられたの？ああ、石井議員は2000年11月17日に国会で大島忠盛文部大臣にこの映画に対する政府の見解を求める質疑を行ったんだ。でも、その結果、逆に映画は社会の関心を集めることになり、興行収入31.1億円の大ヒット作となったんだよ。そうなんだ。社会問題になったことで、逆に多くの人が注目したんだね。そういうことだな。バトルロワイヤルは、その過激な内容だけでなく、社会への鋭いメッセージ性も持った作品として、今でも語り継がれているんだ。第8位、トイ・ストーリー2。さて、第8位は、トイ・ストーリー2だね。この映画って、前作もすごく人気だったよね。そうだぜ。トイ・ストーリー2は1995年に公開されたトイ・ストーリーの続編で、2000年に日本で公開されたんだ。ピクサーの CG アニメ映画で、シリーズの中でも特に評価が高い作品なんだぜ。じゃあ、どんなお話なの？今作では、ウッディが人間の世界で大ピンチに陥るんだ。持ち主のアンディがサマーキャンプに行った後、ウッディは壊れてしまって棚にしまわれることになる。そして偶然ガレージセールに出されそうになったところを、おもちゃコレクターのアルに盗まれちゃうんだよ。盗まれちゃうの？ウッディ、大丈夫なの？ウッディはアルのコレクションの一部として売られる運命にあったんだ。でも、そこには彼の過去を知るおもちゃたちカウガールのジェシーや相葉のブルズアイ、金ピカの悪役プロスペクターがいたんだ。新しい仲間も出てくるんだね。そうだぜ。でも、ウッディは自分の役割について葛藤するんだ。おもちゃは子供に遊ばれる存在か、それとも価値あるコレクションとして保存されるべきか。彼はジェシーやプロスペクターの話を聞くうちに、揺れ動いていくんだよ。なるほどね。でも、やっぱりバズたちはウッディを助けに行くんでしょ？もちろんだぜ。バズや仲間たちはアルの店までウッディを救出しに行くんだ。途中で偽バズライトイヤーと入れ替わるドタバタもあって、アクションもコメディも満載だ。それは楽しそう。最終的にはどうなるの？ウッディは自分のおもちゃとしての役目を再確認して、アンディの元に戻ることを決意するんだ。そして、ジェシーやブルズアイも一緒に帰ることになって、みんなでハッピーエンド。やっぱりピクサーらしい感動のラストだね。そうなんだぜ。トイ・ストーリー2は単なる続編じゃなくて、テーマも深いし、アクションやコメディのバランスも完璧なんだ。だからこそ、今でも多くの人に愛されてる映画なんだよ。第7位、グリーンマイル。次は第7位。グリーンマイルだね。これも有名な映画だけど、どんなお話だったっけ？これは1999年に公開されたアメリカ映画で、スティーブン・キングの小説が原作なんだ。舞台は1935年、大恐慌時代のアメリカ南部の刑務所だぜ。ふむふむ。どんなストーリーなの？主人公は刑務所の看守主任、ポール・エッジコム。彼のもとに、双子の少女を殺害した罪で巨漢の黒人男性、ジョン・コーフィが収監されるんだ。だけど、コーフィは見た目に反して、純粋で繊細な心を持っていて、さらに不思議な癒しの力を持っていたんだよ。癒しの力？それってどういうこと？例えば、ポールが患っていた重度の尿路感染症を、コーフィが手をかざすだけで治してしまうんだ。さらに、同じボールにいた囚人が飼っていたネズミが瀕死の状態になった時も、コーフィはその命を救ったんだよ。すごい力だね。でも、そんな彼がどうして死刑囚に？そこがこの物語の核心なんだ。実は、コーフィは無実の罪で収監されていたんだよ。彼は人々の苦しみや悲しみを感じ取ることができる特別な力を持っていて、そのために世界の悲しみに耐えられなくなっていたんだ。そんな、じゃあ、彼はどうなっちゃうの？ポールたち看守は、コーフィの無実を信じて彼を救おうとするんだけど、彼自身が全てを終わらせたいと望んで、
最終的には自ら死刑を受け入れるんだ。悲しい結末だね。ああ。でも、この物語は人間の善意や罪、そして奇跡について深く考えさせられる作品なんだ。だからこそ、多くの人々の心に残る名作として語り継がれているんだよ。第6位、ドラヘータ。さて、第6位はドラヘータだね。このタイトル、ちょっとユニークだけど、どんな映画なの？ドラヘータは2000年に公開された日本の時代劇映画で、監督は市川崑だ。原作は山本周五郎の町奉行日記で、脚本は黒澤明、木下圭介、市川崑、小林正樹の4人が共同で執筆したんだ。おお、そうそうたるメンバーだね。ストーリーはどんな感じ？物語の舞台は、密輸や売春、賭博などが横行する小さな藩。そこに江戸から新任の町奉行、望月小平太が赴任してくる。彼は宝刀者としてドラヘータのあだ名を持つが、実は藩の腐敗を正すために派遣された切れ者なんだ。なるほど。見た目はだらしないけど、実は有能な人物なんだね。その通り、小平太は遊び人になりすまして、治外法権と化した堀外に潜入し、密輸業を仕切る大菓子の灘八、売春業の巴の多重、賭博を牛耳る次町の西兵衛という3人の親分と対峙するんだ。悪党たちとの対決か。どうやって立ち向かうの？小平太は腕っぷしの強さと豪快な性格で、彼らを圧倒していく。最終的には3人の親分を観念させることに成功し、彼らを死罪ではなく永代統治追放とするんだ。厳しいけど、公正な裁きだね。さらに、小平太の本当の目的は、彼らと結託して私腹を肥やしていた藩の住職たちの不正を暴くことだったんだ。巧みな策略で住職たちを退陣に追い込むんだよ。すごい、痛快なストーリーだね。見どころはどこ？最大の見せ場は、やはり50人きりのシーンだな。ドラヘータが数十人の刺客を相手に圧倒的な剣技で立ち向かう迫力満点の場面だ。それはすごい。撮影は順調だったの？実は撮影中にハプニングがあったんだ。50人きりのシーンを撮影している最中、あと10人倒せばカットというところで、主演の役所広司さんが畳で足を滑らせて転倒し、左足に肉離れを起こしてしまったんだ。大変だったね。撮影はどうなったの？その影響で撮影は一時中断せざるを得なかったんだけど、約2週間後の4月4日に無事撮り直しが行われたんだ。役所さんのプロ根性とスタッフの努力で、あの迫力あるシーンが完成したんだよ。そうだったんだ。そんな裏話を知ると、ますます見たくなるね。アクションだけでなく、痛快なストーリー展開や豪華なキャスト陣も魅力の作品だから、ぜひチェックしてみてくれ。第5位、スペース、カウボーイ。次は第5位、スペースカウボーイだね。クリント・イーストウッドが主演監督を務めた作品だよね。その通りだぜ。2000年に公開されたアメリカ映画で、イーストウッドの他にもトミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ジェームズ・ガーナーといったベテラン俳優が集結しているんだ。豪華なキャストだね。どんなストーリーなの？物語は1958年、アメリカ空軍のテストパイロットチームダイダロスが、宇宙飛行の夢を抱いていたところから始まるんだ。しかし、直前でその任務はチンパンジーにとって代わられてしまう。チンパンジーが宇宙に行ったの？ああ、当時の NASA はチンパンジーを宇宙に送り込むことを選んだんだ。それから約40年後、ロシアの旧式衛星が故障し、地球に落下する危機が迫る。そこで、その衛星のシステムを設計したフランク・コービン・イーストウッドに白羽の矢が立つんだ。なるほど。昔の夢が再び蘇るわけだね。そうなんだ。フランクは条件として、かつての仲間たち、ホーク、トミー・リー・ジョーンズ、ジェリー、ドナルド・サザーランド、タンク、ジェームズ・ガーナーと共に宇宙へ行くことを要求する。彼らは再び集結し、厳しい訓練を経て宇宙へと旅立つんだ。年齢的に大丈夫なの？そこが面白いところだぜ。若い宇宙飛行士たちに混じって、彼らは体力や技術のギャップに苦しみながらも、持ち前の経験とチームワークで乗り越えていくんだ。ベテランの意地ってやつだね。そうだな。そして、
宇宙でのミッション中、ホークがある決断を下すシーンは感動的なんだ。彼らの友情や夢、そして挑戦する姿勢が描かれていて、見る者の心を打つ作品だぜ。夢を諦めない姿勢って素敵だね。見てみたくなったよ。ぜひ見てくれ。年齢を重ねても挑戦し続けることの大切さを教えてくれる名作だぜ。第4位、パーフェクト、ストーム。次は第4位。パーフェクトストームだね。これって実話を元にした映画なんだよね。その通りだぜ。1991年にアメリカのマサチューセッツ州グロスターで実際に起きた出来事を描いているんだ。監督は U ボートやエアフォースワンで知られるウォルフガング・ペーターゼンだよ。どんなストーリーなの？物語は、ベテラン漁師のビリー隊員船長、ジョージ・クルーニーが率いる漁船アンドレア・ゲイル号が、不良続きの中、大漁を目指して出港するところから始まるんだ。彼らは遠く離れた漁場で大漁を得るものの、キロで未曾有の大嵐パーフェクトストームに遭遇してしまうんだよ。そのパーフェクトストームって、どれくらいすごい嵐だったの？この嵐は、複数の気象現象が重なって発生したもので、観測史上例のない規模だったんだ。映画では、CG 技術を駆使してその壮絶な嵐の様子がリアルに再現されているよ。乗組員たちはどうなっちゃうの？彼らは必死に生還を目指すんだけど、自然の猛威には抗えず、最終的には船もろとも海に消えてしまうんだ。実際の事件でも、アンドレア・ゲイル号は消息を絶ち、乗組員たちも帰らぬ人となったんだよ。悲しい結末だけど、自然の恐ろしさと人間の勇気が描かれているんだね。そうだな。この映画は、自然の圧倒的な力と、それに立ち向かう人々の姿を描いていて、見る者に深い感動を与える作品だぜ。第3位、ホワイトアウト。次は第3位。ホワイトアウトだね。これって日本の映画だよね？その通りだぜ。2000年に公開された日本のサスペンスアクション映画で、主演は織田裕二さんだ。原作は新保雄一さんの同名小説で、日本最大のダムを舞台にした物語なんだ。物語の舞台は、新潟県にある架空の奥東和ダム。ある冬の日、ダムの運転員である富樫照を織田裕二が、遭難者の救助中にホワイトアウト現象に見舞われ、親友で同僚の吉岡和志を失ってしまうんだ。ホワイトアウトって、視界が真っ白になって何も見えなくなる現象だよね。そうだぜ。そして2ヶ月後、吉岡の婚約者である平川千秋、松島菜々子がダムを訪れるんだけど、そのタイミングでテロリスト集団赤い月がダムを占拠し、職員たちを人質に取ってしまうんだ。大変。テロリストたちは何を要求したの？彼らは政府に50億円を要求し、24時間以内に支払わなければダムを爆破すると脅迫するんだ。もしダムが決壊すれば、下流の20万世帯が洪水の危険にさらされることになる。そんな重大な事態、どうやって解決するの？偶然難を逃れた富樫は、単身でテロリストたちに立ち向かうことを決意するんだ。ダムの構造を知り尽くした彼は、その知識を駆使して人質の救出とダムの爆破阻止に挑むんだよ。一人でテロリストに立ち向かうなんて、まるで日本版のダイハードみたいだね。まさにその通りだぜ。雪山のダムという閉ざされた環境での緊迫感あふれる展開や、迫力あるアクションシーンが見どころなんだ。さらに、織田裕二さんと松島彩繰り返し子さんの共演も話題を呼んだ作品だよ。それは見応えがありそう。ぜひ見てみたいな。ぜひチェックしてみてくれ。手に汗握る展開が待っているぜ。第2位、ミッション、インポッシブル2。さて、第2位はミッションインポッシブル2だね。トム・クルーズ主演の大人気シリーズの第2作だよね。その通りだぜ。2000年に公開されたこの作品は、ジョン・ウー監督がメガホンを取ったことで、独特のアクションシーンが話題になったんだ。ジョン・ウー監督って、二丁拳銃や白い鳩の演出で有名な監督だよね。どんなストーリーなの？物語は、IMF インポッシブルミッションフォースのエージェント、イーサン・ハンとトム・クルーズが、強奪された殺人ウイルス、キメラとその解毒剤、ベレロフォンを取り戻す任務に挑むんだ。敵は元 IMF エージェントのショーン・アンブローズ、ダグレイ・スコットで、
彼はウイルスを使って世界を脅かそうと企むんだよ。なるほど。危険な任務だね。でも、どうやってアンブローズに近づくの？そこで登場するのが、ナイアホール・タンディ・ニュートンという女性だ。彼女は優れた泥棒であり、アンブローズの元恋人でもある。E さんは彼女をチームに加え、アンブローズの元に潜入させるんだ。でも、それって危険じゃない？元恋人をスパイに使うなんて。ああ、E さんもその点を悩むんだ。しかも、任務中に E さんとナイアは惹かれ合ってしまう。任務と感情の間で葛藤する E さんの姿が描かれているんだよ。人間関係も複雑なんだね。アクションシーンはどうだったの？ジョン・ウー監督らしいスタイリッシュなアクションが満載だ。特に、バイクを使ったチェイスシーンや、E さんとアンブローズの激しい格闘シーンは見どころだぜ。それは迫力ありそう。他にも注目すべき点はある？そうだな。E さんが素手で崖を登るオープニングシーンは、トム・クルーズ自身がスタントを行ったことで有名だ。彼のプロ意識と体を張った演技が光るシーンだぜ。すごい。トム・クルーズって本当に体を張ってるんだね。ああ、この作品はシリーズの中でも特にアクション性が高く、見る者を引き込む魅力があるんだ。ぜひ一度見てみてくれ。第1位、グラディエーター。ついに第1位。グラディエーターだね。ローマ帝国を舞台にした壮大な歴史映画だよね。その通りだぜ。2000年に公開されたリドリー・スコット監督の作品で、主演はラッセル・クロウ。第73回アカデミー賞で作品賞を受賞した名作だ。そんなに評価が高いんだ。どんなストーリーなの？物語の舞台は西暦180年。ローマ帝国の将軍マキシマス・ラッセル・クロウは、皇帝マルクス・アウレリウスから次期皇帝に指名される。しかし、皇帝の息子コモブス・ホアキン・フェニックスはその決定に嫉妬し、父を殺害して自らが皇帝となり、マキシマスを処刑しようとするんだ。なんてひどい話なの。マキシマスはどうなっちゃうの？マキシマスはなんとか逃げ延びるものの、ふるさとに戻ると家族が殺されている。絶望の中で奴隷商人に捕らえられ、剣闘士として生きることになるんだ。家族を失って、奴隷にまで落とされるなんて。でも、マキシマスは剣闘士としての才能を発揮し、ローマのコロッセオで名声を得ていく。そして、ついにはコモブスとの直接対決の機会を得ることになるんだ。復讐のチャンスをつかむんだね。ああ、クライマックスのコロッセオでの戦いは圧巻だよ。マキシマスとコモブスの一騎打ちは、手に汗握る展開だ。それは見応えがありそう。他にも注目すべき点はある？そうだな。いくつか興味深いエピソードがあるんだ。まず、撮影中にプロキシモ役のオリバー・リードが急逝してしまったんだ。それは大変だったね。撮影はどうなったの？リードの未撮影シーンは、CGI 技術を使って彼の映像を合成することで完成させたんだ。これにより、彼の存在感を最後までスクリーンに残すことができたんだよ。技術の力で彼の演技を完結させたんだね。他には？主演のラッセル・クロウは、撮影中に多くの負傷を経験したんだ。例えば、剣闘士のシーンで本物の剣を使っていたため、手の指を切断しかける大怪我を負ったこともあったんだ。そんな危険な撮影だったんだ。でも、そのおかげでリアリティのあるシーンが生まれたんだね。そうだな。そして、映画の音楽を手掛けたハンス・ジマーのスコアも、この作品の魅力を高めているんだ。特に、エンディングの Now We Are Free は、多くの人々の心に残る名曲として知られているよ。音楽も重要な要素なんだね。ますます見たくなってきたよ。ぜひ見てくれ。グラディエーターは、壮大なスケールと深い人間ドラマが融合した名作だから、きっと心に残るはずだぜ。総評、まとめ。いやー、2000年に公開された映画を振り返ってみたけど、どれも名作ばかりだったね。そうだな。アクション、歴史ドラマ、SF、アニメと、ジャンルの幅も広かったし、それぞれが今も語り継がれる作品ばかりだぜ。特に、グラディエーターは迫力満点だったし、バトルロワイヤルは衝撃的な内容だったよね。どの作品も印象に残るものばかりだったな。そうだな。そして、時代の流れを感じる部分もあったな。CG 技術の進化や、物語の深み、
アクション演出の変化とか、今見ても色褪せない魅力がある映画が多かったぜ。確かに、2000年の映画って、まさに映画史に残る作品が集まってたんだね。だな。今回紹介した映画を見たことがある人も、久しぶりに見返してみると新たな発見があるかもしれないぜ。それじゃあ、また別のランキングでも楽しく映画を振り返ろうね。おう、また次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。